リーバイスの紙パッチを紙バッグにした。尊敬するね先輩とのコラボをさせていただいて嬉しかったのを思い出しますね。50年代のアカプルコチェアですかね。なるほど、アイデア。川上さんの若手の時代をちょっとこう想像ができる感じ。はい、こんにちは、シトレです。今日はですね、セブンバイセブンのフラッグシップショップに来ております。代々木八幡と上原の間なんですけども、ファッショニスタの珠玉のゴステ、今回はですね、川上さんです。よろしくお願いします。前回もね出てもらったんですけど、すごいコメントたくさん来てたんですけど、川上さんすごく声がいい。川上さんがとてもシャイで可愛らしい。可愛らしい。これ来てます。私的には川上さんファンをたくさん増やしたんじゃないかなという動画になってますので、よかったら見てみてもらえたらなと思います。はい、じゃあ早速一品目は何でしょう。はい、ブーツになります。ブーツ。はい。はい。今ちょっとお店だけに販売になってるんですけど、この前の初めてショーをさせていただいた時にショーですね。はい、作りましたブーツになりまして、ヴィンテージのブーツをいわゆるこのロングのウエスタン、はい、カットしてルースターキングさんっていう方にリメイクをこの全部手で編み上げをしていただいて、ここの部分ね。で例えばこれはもうアッパー部分を返して二重につけれたりとか、全部オールハンドメイドで。本当はここの部分、この輪っかあるじゃないですか。本当はこれがこっちになるはずなんですよ。上下逆にスポンとはめ込んだみたいなやつですね。こっちはこれはブランド始めて2シーズン目ぐらいからやっぱりウエスタンブーツは結構ぶった切ってこう撮影に使用したりしてて、もう10年ぐらい前からですね。でその時は、これがあったからこれに行ったっていう感じなんですよね。じゃあこれが初期モデル。そうですね。その当時はただ切りっぱだけだったんですけど、もう一回編み上げていただいて、これずっと歴代のモデルさんが履いたりとかいろいろしてましたね。今販売してるのがこちらですね。こっちセブンバイセブンのオリジンですよね。今後もじゃあそうですね、いい素材が見つかり次第ずっと、作っていこうかなと思いますんで、お店でもだいぶ人気のアイテムで。なんかセブンといえばって感じですもんね。ねえ、じゃあショーつながりということで次がこちらですね。そうですね。これなんだろうって思ってた人多いんじゃないかな、ショーの時に。1年前にやったショーですかね。そう。紙バッグのデザインしてるんですけど、元は今までリメイクしてたリーバイスの紙パッチですね。リーバイスの紙パッチ、後ろの背中にあるやつ。そうですね。紙パッチを紙バッグにした。しかもあえて裏側にしたから分かりにくくて今初めて分かったくらいですね。これを機会にちょっと、お伝えしたくて。1年前こんなに込めて思いがあったよと。でも結構気に入ってていいなと思って。可愛いですよね。これは商品化したんですか？いや、もうできなかったですね。やっぱり物がないか。そう、物がないんで、だからちょっとディスプレイでさっきドライフラワー入れたりしてお店でディスプレイしてるので、よかったら見に来て全然中身見てください。こうやって。なるほど。そして次はデニムですか？はい、セットアップになりまして。N ハリウッドさんとのコラボのアイテムになりまして、小花さんです。これは何シーズンくらい前なんですか？いや、だいぶもう 7,8 年前かな。ってことは、ブランドが走り出したくらいみたいな感じ。そうですね。そうなんです。初めてコラボレーションでもさせていただいてて、セブンとして初めてのコラボ相手が N ハリだったと。これはどんなこだわりがあるんですか？ボタンだったりなんかそういうものはオリジナルのヴィンテージライクにしてたんですけど、そういうところをまた N ハリさんらしく抜き具合っていうかですね、今っぽくっていうかなんか落とし込んでくれたりとか、生地もあちらのオリジナルでちょっとライトオンスのデニム使ったりとかで、ちょっと生地薄めなんですよね、気持ち。でも尊敬するね先輩とのコラボさせていただいて嬉しかったのを思い出しますね。このアーキュエイトステッチとかもなんかちょっと切れてるみたいな、これ途中まで入ってるみたいなデザインだったりとか、そういうのもなんか良くて。一緒にタグついてる感じが嬉しくて、なんかね、こことここですね。そうですね。これキュンですね。そうなんですよ。これキュンですね。尊敬する先輩とポケットで同席しましたみたいな。いい。でもなんかこの後ろのタックの感じとかちょっとそやな感じが良い。良き。あとパンツも丈感ちょっと短めに上がってたりとか。こういうのは川上さんとオーバランスで話し合ってちょっと短くしようよとか、軽めなデニムにしようよみたいな。結構デザインの話し合いながらですけど、いろいろアドバイスいただきながらと。先輩となんかでもやれるの嬉しいですよね。そうですね。嬉しかったです。はい、次は何でしょう？手書きアイテムシリーズなんですけど、これは？それはケン鏡さんですかね。鏡さんですね。
お店をオープンされたちょっとしてぐらいに行って、ケンさんお店で販売してたので、このバッグ販売してて、このでグロッサリーショップのパロディというかね。そうですね。一瞬私もこれなんか初期モデルかなって思ってよく見たらちょっとやっぱ違うわっていう。じゃあこれ買って書いてくれと、はい、ちょっとお願いさせていただいたら書いてくれて、今も絶対こんな書いてくれないと思いますけどね。まあそれをガンガンもう気にせず使っちゃってますけども、なんかそれもいいなと思って。確かにこのなんかもう汚れまくってますけど、その感じがいいですよ。川上さんっぽくない？味出す方がかっこいいっていう。川上さんは僕アメリカ在住時代に古着をこう見つけに行ってた場所で、川上さんもちょっとその当時サンフランシスコ住まわれてて、ちょっとある人を通してつながるようになりまして。そんな逸話もあったわけで。そうなんです。もう一個はバンズの私物だったものに下田正勝さんっていうイラストレーターの方にちょっと書いていただいて。これは恐竜ですか？恐竜になりますね。恐竜の絵本だったりいろいろこう出されてるイラストレーターの方で、2018年ギャルソンとかのショーにもコラボレーションしている方で、ちゃんとここにセブンバイセブンそう書いていただいて、これも全然履くタイプですね。いい味も出てますもんね。そうなんです。はい、そして最後はこちら、はい、これは何でしょう？お店の方でもディスプレイというか使用しているチェアなんですけど、50年代のアカプルコチェアですかね。自分なりにリメイクした。どうリメイクしたの？これはユーズオのベルトを巻きつけてるだけなんですけど、おお、多分後ろ見てもらえば分かると思うんですけど、ベルトのこう表の部分ですかね。はい、これね、なるほど、アイデアなんでこれやろうと思ったの？もともとサンフランシスコ時代からこの椅子をずっと持ってて、紐が巻きつけてある椅子なんですけども、それはもう劣化してボロボロだったんですけど、なんか物自体なんかいいなと思ってたんで、このお店をオープンするにあたって、まあ内装もサンフランシスコのうちみたいなこうアーチをつけたりとか、なんかそういうちょっとデザイン入れてるので、なんかすごい合うんじゃないかなっていう。でたまたまちょっとこう短めのベルトがすごい余ってたのでやり始めたら面白くて、もう全部一個一個違って、それが結構面白い表情になって。へえ、これ座っても大丈夫なの？全然もう問題ないですよ。あ、いける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 。私はすごいいいんで。良い良い良い。思ったよりも全然ちょっとこうね、ちゃんとこうちゃんと集まるんで、ちゃんとしなある感じ。すごい。これは販売してるんですか？いや、これはまあしてないんですけど、でも欲しいっていう声はすごくいただいてるんで。これ欲しいよね、普通にね。かっこいいっすね。家にあったら超いいよ。アイディアっすね。アイディアだね。なんか川上さんらしいね。らしいっすよ。これちゃんとこう物を大事に使う感じとか。ちょっともうリラックスしてる。もうなんかちょっとチルです。結構楽なんですよ、すごい。なんかね、椅子の低さもいいですよね。このなんか高さ。そう、低さとね、角度がいい。しかも今回ね、5センって言ってたじゃないですか。なのにね、めっちゃあるんですよ。そうですね、変なのばっかりなんであれなんですけど、あとその箱の中もいっぱいあるんで。宝物ボックス。私宝物箱って聞いたの多分20世紀ぶりですよ。やっぱさ、本当に性格出ますね。全然人によって5線が違う。川上さんの若手の時代をちょっとこう想像ができる感じ。なんかそこが見せれるアイテムをちょっと中心に今日は、はい、よくよく考えたらみんなルーキーの時代があったんだなってちょっと思った。そうですよね。ねえ。レイさんのルーキーの時代はどんな人だったんですか？すごい尖ってたと思う。ストリートスナップでも海外行くじゃないですか。みんな敵だと思ってたから話さないみたいな。あとなんか海外の人たちばっかりだったから、まあ物理的に喋れないっていうのはあったんですけど、でもなんか喋ったら負けみたいなところちょっとあった。いや、今超仲いいけどね。はい、5選なんですけど、皆さんはどのアイテムが気になったでしょうか？ぜひコメント欄などに書き込んでおいてもらえたらなと思います。あとは川上さんのイケボの応援メッセージも全然大丈夫ですよ。あとはお知らせがあるということで。そうですね、そろそろ8月かな、かけて次のシーズンがまた立ち上がってきますので、気軽にお店に遊びに来ていただいたらと。あとはね、こういうアイテムとかもあるのでね、はい、バッグだったり全然気軽に触ったり座ったりしてもらえたらと思うので、お店に気軽に遊びに来てもらえたらと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。